came here, Kappabashi. Kappabashi is a wholesale district, and look at those stuff. Each shop specializes in restaurant tools, so there are so many interesting tools. Samples. I think they're fake, not real ones. What else? What else? Oh my god! Look at this! I think this shop is for Japanese knives. Tsubaya. I'm gonna visit this shop. Come on. こんにちは。見てもいいですか？どうぞどうぞ。これが so many knives。これ全部売られてるんですよね。もちろんです。はい。Everything is for sale. And I think, look at this. So cute. It looks like wave or something. And then I think I can kill somebody now. でもすごいなこれ。すごい。You should remember this word. すごい。So if you come to Japan and you get surprised in something, you should say すごい instead of wow. こういうちっちゃい。Oh, this is so cute. It's not so big, like much smaller than my hand. Oh, what are they for? And then oh, I didn't think it was so heavy like this. This is Kappabashi Tsubaya. Kappabashi, the name of the district, and then Tsubaya, the shop's name. よろしくお願いします。エミューです。はい、斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、初めて私実はこの包丁屋さんに来たんです。そしたら、こんなにいっぱい種類があるっていうことにまずびっくりしたんですけど、お店の中にざっくり何種類ぐらいの包丁？何種類だと多分4、50種類じゃないですかね。そんなにあるんですね。それはそれぞれに用途が決められてる。用途が決められてて、例えばどういう用途があるんですか？例えばこの辺なんかはお刺身を切るような包丁ですよね。お刺身っていうのは1回でこう引き切らないといけないんで、ある程度長さが必要なんです。柵が長さがあるからですか？お刺身の柵取って1回で引きで、そのお刺身の柵取りまでやるのが頭を落としたりっていうので、こう厚みがないとダメなんですよね。骨を落とすんで。これ私の小指とあんまり変わらない厚みですね。そうですね。すごい。これじゃないと骨は立てないんで。へえ。じゃあこの辺りはお魚屋さん？そうですね。メインはお魚で。お肉となるとどうですか？お肉となるとまた今度裏側になって、これが牛刀って言われる。牛刀、牛の刀？まあ最初に何か切ったので。牛を切ったって使われた方が牛を切ってで牛刀って呼び出したっていうだけで、万能包丁なんですよね。万能包丁、これでお肉を、お肉、野菜、果物も、これがね一種の万能で、これがいわゆる普通の形の包丁ということですか？へえ。でこれはこれでプロ仕様なんでこんだけサイズが大きいんですよね。ああ、大きいものいっぱい切ります。あとはちっちゃい。ちっちゃい。いわゆる何ですか、果物ナイフとか。へえ、みじん切り、生姜のみじん切りとかやりやすい。本当ちっちゃいことやるにはこんな大きい必要性ないんで。ああ、小回り利かせるためにみたいな。そうなんですね。この辺本当に皮を剥くためだけを。皮むき用。わ、ちっちゃい。そうですね。私の手のひらサイズ。小指ぐらいですかね。刃渡り。
れだとリンゴの皮とかじゃがいもの皮とかそれもう握り込んでいく感じ。斉藤さん、はい、あれ何ですか？これはこれまあ職人さんのその遊び心で、はい、当時暇な時間があったら何か作りたいなっていうのが職人さんなんで、はい、こう作ってくれたんですよね。これクジラですよね。これカメ上からですね。カニですね。イカ。これタコ？これ実際切れる？切れますけど、この光ってるところは全部歯なんで。まあ一応ここはかっぱ橋なんで。あ、カッパ。はあ、面白い。で職人さんはね、ほんと全部手作りなんで、はい。いろんなものでも作れますよっていうので、一応まあパフォーマンスでもないけども、ね、今ね機械でとかプレスでポーンと型で抜いたりっていう包丁も多いんですけども、うちのは結構手作りのものが多いんで。そうですよね。やっぱり切れ味も違いますよね。そしたらね、一個一個ね。はい、あと外国人の方がはい、実は和包丁がすごく好きっていうことを聞いたんですけど、それってどうしてだと思いますか？日本の包丁と和食ブームから始まったんですけども、なんでこんなに美味しいんだろう、あと生のものを食べるとかっていうのが海外の方ってそういう文化があんまりないじゃないですか。そうですね。それが和食のそのお刺身を食べる方とかが増えて、じゃあ向こうの包丁で同じようにお刺身を切ってみても同じ食材でも味が違うっていう、要は日本の包丁の方が切れ味が全然いいんですよ。そうですね、はい、スパッと切れるから。なのでその切った切断面の舌触りだったりとか、あとはまあ煮物にしてもまっすぐに均等に切れた方がその味の染み込み方、そういうのも全部均等に入っていくっていうので、もうそこからですよね。日本食がブームになって、なんで日本食って美味しいんだろう、じゃあ今度は包丁だっていう、もう日本の包丁っていうのは今も世界でも認められてるんで。そうですね、はい、では洋物の包丁と和物の包丁の違いって、まあいろいろあると思うんですけど、一番大きく違うのは何ですか？片刃になってます。片刃、はい、片方だけ刃ついてるんですね。裏はほとんどついてない。なので切った方の面だけこうまっすぐにこう刃が入ってくるんですよね。シュッと切断面が綺麗なんですよね。そうか、片側に刃がない分、両刃になるとそっちまで傷つけていっちゃうイメージですよね。はい、そうか、切り方も違いますか？はい、これはお刺身切るんで1回でも引き切るんですね。この刃の長さを引くんですね。ちなみにここで一番値段の張る高い包丁はおいくらでどれですか？こっちじゃなくて隣の店舗になるんですよ。隣、はい、行きましょう。これ？そうです。これ？はい、いいんですか？この辺がちょっと一番高いのがだから80万円88万円、これそれですね。88万円、これ何に使うんですか？これはやっぱりお刺身で、まあ特別な VIP のお客様とか、まあそれこそね、人に見せるためにっていう、あんまり家庭用でとかっていうんじゃなくて、ちょっと装飾が施してある。これに対してこういうこれが鞘ですね。うわ、綺麗。これ蒔絵そりゃ高いわ。そういう装飾の価値もあるんで、お値段も高くなるんですよね。それでは、今日お店を見学させていただきましたつばやさんのために一曲披露させていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。よし。
阪で聞いたの初めてなんで、はい、素敵でした。ありがとうございまありがとうございした。ました。ありがとうございます。Thank you for watching. Please subscribe our channel. Okay.